今日ここまで来るまでの間、毎日毎日が勝負だったと思います。今日というね、たすきをまた、次に発電してないですよ。捨てない、してない。もう少し深く調査します。このまま走るのはすごく危険で、すいません。75、絞って絞って。よかった、いっぱい入った。完璧完璧。長かったと思うね。でやっと本当にレースに参加できたっていう年になったんじゃないですかね。また前進できたんじゃないでしょうか。水素エンジン車として5度目の挑戦となりますスーパー耐久富士24時間レース、まもなく始まります。今年は車がアップデートしたことに加えまして、水素充填が進化したことによりまして、他のガソリン車と戦える車となりました。トヨタイムズニュースでは液体水素を使った水素エンジン開発の裏側を3年間にわたって密着取材してきました。さあ、どんな戦いになるんでしょうか。全ての始まりはここからでした。カーボンニュートラルやケースの時代でも、持続的なモータースポーツの未来は何かを考え、水素エンジンでレースに挑戦いたします。3時間で持つんじゃダメなんです。5時間で持つでもダメなんです。24時間持たせるようなある程度の準備ができてなきゃいけない。しかもその参戦ドライバーの一人が私自身だってことです。水素というとすぐ爆発というですね、イメージを多くの国民の方が持たれると思います。そういう中で安全だというものを証明していく上でもですね、私がドライバーとして参加していきたいなというふうに思っています。シンプルにエンジンが好きだということだと思います。そこにはあまり理屈はないかもしれないですが、カーボンニュートラルなんだけどこんな楽しいことができるんだよっていうことを、やっていきたいなというふうに思ってます。24時間の試練を戦い抜き、358周、およそ1600キロを走破。ホームストレートに戻ってきました。ガッツポーズ。未来を作るのは目標でも規制でもなく、意志のある情熱と行動だというふうに思います。共に未来を一緒に作っていこうという仲間が増えることを期待してます。水素エンジンにおける2年目の挑戦、昨年よりも距離を伸ばしました。余分に走った分だけ我々水素社会の未来に我々の情熱と行動で近づいたってことです。そしてこの年、水素エンジンカローラはさらなる挑戦を始めます。私たちのシステム評価、これがですね、液体水素を入れるタンクになっております。燃料を気体の水素から液体水素に変えるという挑戦。真空二重構造のタンクに閉じ込めることで、水素が液体となるマイナス253度以下を保ちます。航続距離のアップが期待される一方、開発のハードルはますます上がっていきます。設計がおったり、技術員がおって、メカニックがおって、信頼関係があって効率よく回って、今日やって、いろんな経験を積んで、また明日になるとステップアップして、1年こういうことやっておると本当に大きい成長になっていくなっていうふうに感じてますね。ポンプを交換するため2度の計画停止の時間を設けつつも、液体水素としては世界で初めての公式レース出場となりました。初の液体水素完走です。全員の総合力です。一人ずつにありがとうございましたとおめでとうございました。以上です。その後、液体水素のタンクを楕円形にすることで航続距離 1.5 倍を実現。大気中の二酸化炭素を吸収する装置を新たに備えるなど、多くの機能をアップデートした進化した車で富士24時間に挑みました。しかし本番で思いもよらないトラブルが。最終ボタン切ったらスポット、ここで止まるのって車の不具合が相次いで発生し、
24時間中合わせて9時間のピットインを余儀なくされてしまう事態に。今年はどちらかというと地に足をつけて開発をしてきたので、ちょっと悔しさとか、そういったところが強いかなと思います。お疲れ様でした。申し訳ないです。ちょっと悔しいですね。今日はね、相当悔しいですね。2ヶ月後、戦いの舞台は九州へ。この日は5時間の耐久レースへの出場を控えていました。はい、おはようございます。まずは32号車水素カローラ前回の、富士24時間レースで、ちょっとトラブルがあり、しっかり走ることができませんでしたけれども、その後に、皆さん、チームになって、対策、それから検証をしてもらって、今回に向けてテストを重ねてきました。その結果安心して走れる車になってますので、まずその点、頑張っていただいた皆さんありがとうございます。今日ここまで来るまでの間、この間の富士の後から、毎日毎日が勝負だったと思います。今日というねたすきをまた、次にたすきができるよう、皆さんのお力また、借りていきたいと思いますし、それが我々の未来への、道を、もう一歩近づけることになりますので、いつものように、最後はありがとうと言い合える、そして笑顔で終われる、チームとなるようよろしくお願いをしたいと思います。また新たな1年が始まりましたね。始まりましたね。来年の24時間に向けて、どのように今持っていこうとしてるんですか？まずは、車両として問題がなくしっかりとゴールができること、これが一番の目標です。今回も改善ありで。今回はあえてあまり大きなアップデートは入れていなくて、しっかりと今の車のパッケージングでゴールまで行けますよっていう性能をしっかりと引き出すことを最優先に進めてます。去年の24時間だったと思いますけれども、超電導の展示をしたと思います。今はそちらに向けての開発もスタートしているので、うまくバランスを取りながら開発を進めているところです。なるほど。液体水素を使ったエンジンは真空の二重構造のタンクでマイナス253度以下に保たれた液体水素をポンプを使って圧力を高めながら組み上げ、気化機で気体にした水素をエンジンに噴射することで車を動かすという仕組みです。さらにこの先の技術をちょっとだけお見せしちゃいますね。液体水素のタンクに新たに超電導モーターを搭載するという試みが実は着々と進んでいるんです。お披露目の日をお楽しみに。24時間レースも十分走れなかったし、去年のこれもリタイアしてるので、確実に落ち着いてゆっくりやっていきましょう。なんか起きても落ち着いて、去年のリベンジではいはいじゃーん。そして始まった真夏の戦い。しかし48ボルトやはり発電できてないようですので、バッテリー結構下手ってる。もうすぐ入れた方が入れるよ。じゃあ入れるよ、とりあえず。はい。じゃあ谷さん、すいません、ウォルタ発電できてないのでもう一度ピットインお願いします。車の中の発電機オルタネーターが発電しなくなるというトラブル。もったいないな。別のオルタネーターに急遽交換することになりました。再びエンジンをかけます。今石川さんと確認して OK です。
およそ1時間後、走行を再開しましたが、発電してないですか？してない？はい、してないです。してないです。してない？してないです。どんどん下がってます。47。48ボルト電圧落ちてきたので、次の数ピットお願いします。再びオルタネーターが作動しません。やれること多分やった方がいい。水素の残量が出てる左のあれが一瞬チカってなったのが、と思ってそんなこと今までなかったな。でエンジンがババってこうちょうど出火したような感じで、前例のないトラブル、対応に苦戦します。再びピットを出た水素カローラ。今のところは発電できてます。電圧、エンジンの圧力含めて異常が見られてないそうです。もう少し深く調査します。なんとか走るようになりました。そしてバトンを受け取った森蔵さん。終了時刻の午後4時が迫る中、エンジンの異常燃焼が発生。これ以上走り続けることはできませんでした。ちょっとこのまま走るのはすごく危険で、すみません、止めさせていただきました。すみません、ありがとうございます。これからしなきゃいけないイコールも無理、間に合わない。本当にね、相当準備を重ねてこの場に来てるんで、残念という言葉では言い尽くせないですけど、僕らがやることは変わらないし続くので、もう次こそはと、今回も次こそはだったんだけど、最終戦に向けてもう一回ちょっと力を合わせていきたいと思いますので、よろしくお願いします。完走したかったんでちょっと悔しいですけど、ここまで準備をしてくれたここにいる、メカさんレースエンジニアさんのみんなもそうだし、ここに来てないこの車を作り上げるために皆さん頑張ってくれてたところを、うまく最後結果につなげられなかったので、非常に悔しいです。9時24時間の後、すごい残念な思いをして何回も走行テストを重ねてきたんですけど、このような結果に終わってしまってすごく残念に思ってます。で走行テスト重ねてきて、もうこれならもうやりきることもないぐらいのパフォーマンスを出して、そういうつもりでただ念入りに準備進めてきたんですけど、余計に悔しいっていうのは余計に悔しいですね。最終戦頑張りたいと思います。応援してます。ありがとうございます。本当に悔しそうですね。本当に悔しいです。11月のシリーズ最終戦への参戦を控えた水素カローラチーム。この日も車を鍛えます。今日も明日もですね、何か起きると思います。しっかり、力を合わせて、解決してですね、来月の本番に向かいたいと思いますので、よろしくお願いします。前回のトラブルはその後の分析で原因が判明。すでに対策を施し、最終戦に向けて車を作り上げてきました。今までなんだかんだうまくいっちゃってたやつとかが今年はいろいろと問題が出てきちゃったので、ここってでもいつかは出てくる問題だったと思うので、今年しっかり潰し込みをすれば、また今年の最終戦だったり来年以降につながる。最初は水素の問題が多くってそもそも走れないとか、水素に特化した開発をやらさせてもらってましたけど、だいぶ水素の方が形になってきて、逆に今までの、普通のレーシングカーで起こるようなトラブルが出てくるようになってきたっていう見方もあります。ただ完走するだけじゃなくて、しっかりと速く走ってゴール目指したいと思います。期待しててください実はこの水素カローラ、さまざまな機能をアップデートさせているんです。
タンクやポンプ、気化器を改良し、ポンプが水素を汲み上げない空打ち現象に対応できるようになったんです。これまでにないぐらいいい感じですね。改善した成果は出てるんで、そういう意味ではすごい進歩してますね。レースで結果は出てないけど、だいぶ信頼性は上がってきてるかなと思います。あとはレースで結果を出すだけ。確実に完走できる車、そしてより速く走れる車を目指して、チームの思いは一つです。問題解決して今もう最終戦に万全の体制で臨む雰囲気でみんな頑張ってます。オートポリスの時も練習走行の時はうまく走ってて、最後大会でああいう結果だったので、ちょっとあんまり気が抜けないんですよ。引き締めていかないと。落ち込んでる暇はないんでね大きい問題点は逆に潰し込みやすい。小さいあんまり考えてもないような問題点、そういうのが逆になかなか事前に手が打てなくてちょこちょこと出ちゃうっていう状況になってて、最善を尽くしてやるべきことは全てやって臨みたいと思います。進化しているのは車だけではありません。レースの結果に大きく関わってくるのが液体水素の充填です。時間内で周回数を競うスーパー耐久レースにおいて、充填にかかる時間やレース中の充填の回数は勝負の鍵を握ります。まず前提としてレースなんで充填時間は短くしないといけませんと、のんびり充填できませんと、かついっぱい入れてくれっていうことなんで、そのバランスがまず難しいのと、車も変わってるんで、車も変わるとその液体水素を入れた時の挙動っていうのがやっぱり変わるので、これはちょっと難しいかな。一旦このまま10ラップいきます。水素の圧力や温度を調整し、最適な充填の方法を探りますが、充填開始します。ゆっくりにできてる。ダメだったね。ダメでしたね。駅面満タンになりましたっていう情報をもらってストップするんですけど、勢いが速すぎるからなのか、実際は溜まってないけど溜まったと判断してこっちが充填止まっちゃったので、おそらくこの液とガスのこの境目があまりにもこうふわっとしてて、ぼやぼやってしてる上の方を液と勘違いして止まったら実際は液じゃなかったみたい。今度はゆっくりと15分かけて充填を行ってみます。一見レースには不向きな方法にも見えますが、想像以上想定よりも走ってる。岩谷さんがむちゃくちゃ冷えたの入れてくれた効果が出てる。28周いっちゃったんで、これは絶対やりたい。うわー、急にプレッシャーだわ。これはむちゃくちゃいい材料を見つけちゃった。まあ、とにかく低い方が効果があるっていうのが今回ねすごい分かったから、やっぱり極力温度を、下げてゆっくりと低い温度で水素を充填することが、一度により多くの水素を充填するポイントなんだそうです。時間がある時にはした方がいい充填かなと思ってます。ただレース中はなかなか途中のピットインのタイミングでするには時間がかかりすぎてしまうので、レース中はその最初一発目の充填の時にするのがベストかなと思います。初めての試みですよね。はい。レース前のゆっくりとした充填とレース中の急速充填、この2つのパターンを使い分けて本番に臨みます。いよいよ最終戦。直前まで最適な水素充填法を探る調整が続きます。それで
難しいけど面白い。めちゃくちゃ面白いです。なんか水素の気持ちに少しずつ近づいてるかなっていう気がします。液体水素をサーキットまで運んでくるタンクローリーもレース仕様に一新。水素をより多く充填するためにはこのローリー内の圧力調整も肝となります。今やってるのが、ローリーの高圧といって、ローリー内の圧力を下げて液体の温度をギリギリまで下げる、マイナス253度に近づけるということをやっております。で今から充填が始まりますので、圧力を上げていくという作業を行います。ぴったりですね。ただまた下がることを考慮して少しだけ高めに圧力を上げます。レースを想定した急速充填にチャレンジです。重量が600ぐらいになったら読み上げるんで、そのままこうなだらかに落ちるようにしてください。600から下がっていく感じ。上がらないように。充填のハンドバルブがありまして、充填ラインの、ここを充填の最後に調節することで、液を早く入れるんですけども最後だけは穏やかに入れるという、その調節を、トライしてみます。絞っていいですよ。絞ります。500目標まで。まだ1000オーバー。75、絞って77、下がってきた900、もっと絞っていい。これ今8分の1回。オッケー。絞ったら落ち止まっちゃったのか。開けて全開充填終了。もう一回。よかった、いっぱい入った。完璧。今のだいぶ焦ったな。ただこれもなかなか微妙な調整になりますので、かなり難しかったです。こうした調整をうまく行い、より多くの水素をタンク内に充填することで他の車両と戦える車を目指します。ガソリンと遜色ないレースに影響がない形でできる。そうですね。いつもレース終わると僕たちはもうビリでゴールなんですよね。でそれはやっぱりピットの回数が多いっていうところがあるので、なんとかピット回数が他のガソリンの車と同じところまで持ってこれそうなので、やっと抜きつ抜かれつのレースっていうところまで近づいたなと思ってます。一回一回の充填がすごく大事で、しっかりと僕たちの入れたい量まで満タン入れてっていうところを、どうやって、しかも時間も限られてる中で短くやっていくっていうのをいろいろと考えてます。そして迎えた戦いの朝。プロこれクリーニングのやつついてますよこれ。うわ、ずっとクリーニングのちょっと黒入れてクリーニングしました。レース本番用の作業服で気合を入れて、まずはレース前にゆっくりと充填を行います。流れてます。これはゆっくり充填。ゆっくりたくさん充填。よかったです。まあまあっていうかすごい良かったです。レース始まったら早い充填をしていく。そうです。始まったら一気にやり方変えて、まずは早く、その次にいっぱい入れるっていうのがありますので、それでやり方かなりガラッと変わります。本番では今までやったことないです。なので緊張してます。そして決勝がスタート。しかし開始から20分後、他の車両にクラッシュが発生。全ての車両に速度制限がかかります。実は今の水素エンジンシステムは低速での走行を苦手としているため、レースを見守る一同に緊張が走ります。今のところはうまく乗り切れてます。ただちょっとまだ予断はできないのでずっと注視してます。さらに全車両が停止する赤旗が出てしまいました。しばらくこういう臨機応変の対応をいかにうまくやるかっていうところも含めてしっかりやりきりたいと思います。およそ2時間後にレースは再開。しかしその後も速度制限と車両停止が繰り返されるという
荒れたレース展開に。水素充填チームも急遽充填の方法を変え緊急事態を乗り越えます。レース充填はどうでした？良かったです。良かった。はい。中断によってちょっと充填のやり方、戦略が変わったので、それに見合った充填ができたかなと思います。じゃあ今回違うパターンの充填の仕方を両方ともうまくいってる。そうです。今のところうまくいってます。今のところ。それでこの顔。そう。ドベ脱出 SD5 同じピット回数よりも速い。本当にすごいこれは。本当にすごい。ありがとうございました。ありがとうございました。本当良かったです。はい。ちょっとレースは荒れたんですけど、しっかりガソリン車と同じ、ピットイン回数、今回でいうと2回というのは達成できましたので、はい、みんな笑顔ですね。プレッシャーがあったんじゃないですか？プレッシャーは彼が一番感じてたんじゃないですか。プレッシャー。もう今年初めて解放されましたね。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。本当に嬉しい。やっと本当の笑顔が見られた。なんか長かった。MT。イエーイ。笑顔が出た。やったー。前回とえらい表情が違いますよ。率直な今の感想はいかがですか？率直な、ちょっとFCY とか長かったりレッドがコースレッド出ましたけど、なんとか最後まで走り切れてめちゃくちゃ良かったです。今の喜びを体で表現するとどうなりますか？今ですか？はい。イエーイ。ありがとうございます。数々の苦難を乗り越え自信を取り戻した水素カローラ。さあ次の戦いはいよいよ富士24時間です。年をまたぎ2025年初のサーキット走行。今日車がかなり結露してますんで、ハーネス系もねちょっと心配なところもあるので、しっかりと水、対策の方も朝車しっかり確認してもらって、万全な状態で、教師したいなと思いますのでよろしくお願いします。24時間の戦いに向けて着実に調整を進める水素カローラ。一方で今年に入ってある事態が発生していました。明けましておめでとうございます。じゃあ明けまして。やっと明けましておめでとうって言える人がいる。明けまして。いつもの年だとね、オートサロンで明けましておめでとうの森蔵がスタートして、その後は、雪のトレーニング。等がルーティンであるんですけど、今年は、股関節をちょっと痛めまして、ドクターストープもかかり、ブレーキがかけれない状態です。治る可能性は6割、6割です。ただ6割の可能性に、かけて昨日も、ここに来なかったのはプールで歩いてたからです。それも自分の役割だと思ってあります。ですから早い段階で皆さんにキャッチアップできるよう頑張りますからよろしくお願いします。右の股関節を痛めてしまった森蔵さん。この日は運転はしないと思われましたが、自分の体の状態がどうなのか一回測りたい。はい、急遽ハンドルを握ることに。右足は使えないため左足でブレーキを踏みます。左足で右と左で全転ブレーキで切っちゃう。追いつくと思って間開けて出てったんですよ。
バカにしてるねやっぱり。まずその乗れたっていうことに関しては、ね、車との会話の前に今日は自分との会話が8割だね。車云々を語る前にもう自分の体だと思った今日は。治らないの、治らないから今更治らないから痛みだけでもなくなればね、なくなればどうにかできるけど、今日はね痛みはまあまあだから乗ろうと思ったけど、せめて対話できるぐらいまでなんとか。まず体がね、体がだから痛みさえなければ多少の無理はできると。本当に無理なさらないでください。はい、ありがとうございました。新たなデザインとなった水素エンジンカローラ。戦いの日が近づいてきました。この日森蔵さんは初めて運転時に痛めた右足を使ってブレーキを踏もうとしていました。足に負担の少ない塩梅を探ります。その維持してもらいたいんですよ。これをね。で ABS にいきなり入れちゃうパターンが佐々木さんと森蔵さんの番なんですよ。で僕は入るか入らないかのところぐらいまでしか踏んでないので、そっちの方が足には負担かからないんですよ。そうはい。だから最初にドーンと蹴っ飛ばすような感じはそうですね。それはそれで早いところね、ああいうブレーキの品のなさは上品だから嫌だっていうのにやらなきゃダメです。ここで音聞いててもいつもすごいですもんね。キュッてなるんで。ABS の音がします。なのでそういうこと。スピードですね。踏むスピードをドーンと急ぐっていうよりは、いわゆるギュッといく。その方が負担が少ない。再び自分の体、そして車と向き合います。どうですか。出てる感じ、どうかなと思ってる。全体一回見ましょう。あれでよければ分かる。まあ今みたいな感じで。今みたいな感じ。ほぼ一緒じゃない。はい。そうですね。これで自信を持ってああいうことで。はい。足をかばいながらもしっかりと走れました。思わずこんな一言が。でも走れたら嬉しい。ね。本当嬉しいよ、走れるって。本当に嬉しい。いや、走れるって本当こんな嬉しいことか。ねえ。一周でも多く走るためにより良い走行を追求した微調整も続きます。バネのなんていうんですかね、あらかじめ力をかけてあるセッティングだったんですけれど、これを緩めてあげてもっと跳ねるっていう症状が低減するかどうかっていう、大体何ミリとかで調整するんですけど、数ミリでだいぶ乗り味が変わることがやっぱ多くてですね、難しいです。サーキットでも違いますし、車も常にこの水素のシステムだったりとかがこう変わって、重さが変わったりとかすると、そうですね、楽しみな分もありますけど、やっぱちゃんと完走させないとなっていうプレッシャーじゃないですけど、ちょっと心配なところはありますけど、大丈夫かなみたいな。そうですよね。あと人間持つかなみたいな感じじゃないですか。そうですね。これから24時間始まるにあたっては、それぞれの皆さんがいろんな部署でいろんな生い立ちで、いろんな出身部署から来てると思いますが、今日、明日、明後日、日曜日最後のゴールを迎えるまで一つのチームです。で、自分が今回初めてだろうが何だろうが決して遠慮しないように、一人一人が主役であるということを忘れないでください。そして、その主役ヒーローが気持ちを全面的に傾けていくのが
走り切る2台の車だというふうに思います。みんなで助け合い、最後なんとか、去年よりも1秒でも多く1メートルを長く、そして完走というのを目指してやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。いよいよ24時間ですけど、今年も例のやつやってきましたか？例のやつ、お守りね、はい、やってきました。はい、やってきました。で、お参りして、はい、必勝を祈願してきました。ああ、24時間安全で完走できるはずですね。これね、この壁に。ああ、ここの真ん中にあるんだ。これ大丈夫ですね。大丈夫だと思います。しっかりと。翌日の予選に向けた練習走行。森蔵さんもコンディションをなんとか整え走行に参加しました。今日は右足ブレーキで踏んでます。踏んでます。結構踏めました。いや、この6種だから。痛みは大丈夫ですか？いや、痛みは今は出ない。終わった後アドレナリンが出てくる。会社行くと出んじゃない？ストレスポンとくる。使いにくいんじゃないですか？しかもうなずいちゃってるし。しかしその夜、思わぬトラブルが。消火器の誤作動で車内に粉末がかかってしまい、部品の交換や粉末の撤去に追われます。寒さで。いや、びっくりした。緊急事態に宿泊先から一人で戻ってきた森蔵さん。あ、森蔵って書いてある。森蔵インザカーって書いてある。本当だよ。でもこれがすごいんだよ、これが。はい。あ、富士スピードウェイ。これが全域通行化って書いてある。全域ってどこで？パーキット内もいいのかな。ありがとうございました。はい、明日本当に午前中遊び。はい、承知いたしました。ありがとうございます。後ろに積んでルーミーに乗って森蔵さんが様子を見に来て帰っていきました。ついに始まった富士24時間。年に一度のお祭りです。今年の富士24時間は大人が楽しめるだけではなくて、子どもたちも楽しめるような場所がたくさんあるんですね。例えばこちらのカートで GR カートって書いてありますけれども、子どもたちが実際に運転しながら楽しんでいるんですね。雨の日でも子どもたちが楽しく過ごせるようになっていたり、何これ滑り台？こちらでは新車のルーミーに落書きすることもできるんです。実はこちら、車に落書きをしてみたい。ついに森蔵の69年の希望である車への落書き可能となりそうです。森蔵さんも落書き済みです。子供が読めるようにみんな笑顔。いいじゃん。可愛いけど何のキャラクターですかこれ？知らない。よく書くでしょ、いろんな人が。なんかやってますよ、これトヨタイムズチームですよね。マックスさんだ、あれだ、あの CM だ、ルーミーの。ほら、ルーミーの荷台にほらカップヌードルとポテロングが積んである。これ CM ほら CM で CM 撮ってるんだよこれ。カップヌードルもポテロングも食べたいな。水素カローラもまずは予選に向けて水素を充填します。トヨタの車両側のシステムと岩谷産業の充填システムをそれぞれ改良し、充填スピードは大幅にアップ。さらにレース中は編み出した3種類の充填作戦を状況に応じて使い分けることにしました。いよいよ
2025年の24時間耐久レースやってきましたけれども、まあ1年間お二方とも相当な苦労を積み重ねてここに来た。顔ににじみ出てます、はい、今回の目標はまず岩谷さんからいかがですか？少しでもやっぱり長く走ってもらうのが目標なので、やっぱり一番いい重点を毎回やりたいなと思います。本当ミスなく、はい、温度を調節しないと走行の周回数に影響するんだっていうことがやっぱりやってて分かったので、ここに気づけたのが良かったかなと思います。僕は2つですね。まずは、去年悔しい思いしてますので、しっかりと走り切る、そういう意味では水素システム含めて、車のパッケージとしてしっかりとゴールをさせるっていうのが1つ目の目標です。その上で、他のクラスの車と、同じ周回数でレースができる、この24時間でもなんとかそれができるように岩谷産業さんと一緒に、いい重点をしてレースに臨みたいと思います。笑顔で終わりたいですね。そう終わりたいですね。ありがとうって言い合えるように、はい、まだ行ったことない？まだ。いやいそうにしてますよね。嘘でしょ。どういう結果になるのか楽しみにしてますんで、はい、お願いします。よろしくお願いします。頑張ります。ドライバーは森蔵さん。24時間レースでのスタートポジションが決まる大事な予選が始まります。しかしスタート直後に異変が。それでは10分以内更新していきたいと思います。そのまま走って、何着にしても、とにかく加速がいいなってなりますね。下級圧がかかってないんで、ターボがかかってないんですよ。ターボが効いてないということで、配線含めてチェックしたいです。車に加速がかからず走行は中断。重いって感じで、なんかピットアウトして何しようが、なんか加速しないの、だからあれとか思ってて、でも決勝の前でよかったよね、出てね、本当によかったと思う。私はメカニック、エンジニア全員で懸命に原因を探ります。わかるよ。不具合は解消。元通りに走ることができました。今みんな頑張ってくれて治ったんですけど、それはいいことなんですけど、でもやっぱり本当に大事なところでうまく走れなかったのは本当に申し訳ないなと思います。やっぱり予選って、レースも大事なんですけど、ドライバーが、一生懸命タイムを出すすごい大事な場なので、スタート順位もそうですけど、やっぱりドライバーがすごい一番頑張るところだったので、その機会をなくしてしまったのは本当に申し訳ないなと思います。決勝直前のまさかの事態でしたが、不具合は全て取り除き、いよいよ決勝に臨みます。午後1時、スタート前の水素充填。レース時間内ではないため、低い温度の液体水素をゆっくりと時間をかけて充填するという方法を選びました。閉じる、311開ける、311閉める、排気面閉める、102開ける、ノズル交代。へい、かい、へい、へい、かい、バック。この順番。あ、本当ですか。
微妙な調整がいるかなと思ったんでこれを選択しました。これは普通の重点より嫌ですね。これ後ろ決めるのは難しいです。手動での複雑なオペレーション。決勝では最初の重点ということもあり緊張感が高まります。ちょっと待って、波が出る。まだ1回目の波が、2回目の波受け止めよう。1、2、3クローズ。直前に決めた手順を無事にやり遂げます。なんかガクガクしてる。想定としてはなくはなかったんですけど、今言われると思ってなかったんで。徐々に強まってくる雨足。午後3時だったスタート時間は1時間延期することになりました。1時間遅れで始まった耐久レース。この後目を離さずに頑張っていきたいです。走行は順調。しかし夜になって天候が悪化し速度規制やレース中断が相次ぎます。すげえすげえすごい。お誕生日おめでとう。37歳1日目に24時間完走します。イエーイ。夜が明けても深まる霧。午前7時半レースが再開しますがアクシデントも次々と起こります。レースが荒れる中でもチームは水素充填を繰り返し水素カローラは着実にラップを重ねます。そしてマスか。あー来た来た来た。いやー長いトンネルでしたね本当に。言葉がないでしたね。よし。24時間っては違いますか？違いますね。特別ですね。本当にね。よし。よし。ありがとう。最高の気分だな。レース戦いました。そうですね。本当に長かったと思うね。去年ね、あった
水素としては5度目の挑戦です。ですけどやっと本当にレースに参加できたっていう年になったんじゃないですかね。やっぱりみんなの思いっていうのが、もう1年通じてずっと続いてきたからこそですね。いやもう本当に、若いメカニックがもう涙出してるでしょ。あれやられちゃうね。そしてみんなが人も自分も含めてみんなが育ったんだっていうのを自ら言ってました。あ、なるほど、よかったよかった。だから完走しなきゃダメなんですよ。また前進できたんじゃないでしょうか。我々はやっぱり未来に一歩ずつ近づけることだから、それにはこのチームのこの32号車がね、本当に走り切ること。森蔵さん自身のお気持ちはいかがですか今？嬉しいですね。はい。ありがとうございます。はい。はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様。いやー、終わりました。この表情、これが全て。本当に良かったです。今までにない手応えなんじゃないですか。今年は、完走はもちろんのこと、他のカテゴリーの車と、一緒にレースをするっていう目標を立てて、そこが実現できたのが非常に良かったなと思います。涙を流してるメカニックもいました。去年がすごい悔しい思いしたので、去年も、最終戦は最終的にゴールできたんですけど、やっぱりこの大きな舞台24時間で結果を出したいっていう思いは、もうみんなあったと思うので、それが実現できて本当に良かったと思います。森蔵さんがワンチームっていう掛け声のもと集まってるチームですけど、本当に岩谷産業さん含めて本当にワンチームで成し遂げれたので本当に良かったと思います。岩谷さんとしては今回目標、3つの種類の重点掲げてました。いかがでした？そもそも3つ種類あると私最初思ってなかったんですよ。ただやっぱり今回の24時間はレース勝ちに行くっていう話ありましたんで、やっぱ勝ちに行くためには練習していく中で3つ出てきたんですよね。で今回その24時間中にその3つを使いこなせたと思いますんで、非常に重点の面から貢献できたかなと思います。私も含めてですけど、だいぶ緊張してました。やっぱレースって戦わなきゃいけないです。3つ重点山本さんと話してまず使いこなせたって、まずこれ大きな自信なので、これをやっぱりどんどん引き継いでいきたいなと思います。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとう。あ、いた。細野さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。お守りのご利益ありましたね。ありましたね。これからあそこに決めましょう。本当にレースとして戦いました。そうですね。完璧だったと思います。はい。水素も全く問題なく。そうですね。はい。2年間でね、よくここまで進化したと思いますね。率直なお気持ちはいかがですか？何が起こるかわからんもんで、すぐに対応できるような準備はしとったんだけど、途中ぐらいからこれは問題ないなっていうふうにしてかなり安心して見ておりましたけどね。だけど今回も水素以外のところがねちょこちょこ出たもんで、ちょっとそこは止まっちゃいましたけど、多少でもそこも去年の反省を踏まえてすぐ対処ができて、本当に少ない時間で回復できたっていうのはすごいやっぱり進化、人の進化と車の進化できたのかなと思ってます。はい、頑張ります。またよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんおめでとうございます。ご苦労様。そしてありがとうございます。今年のスーパー耐久初戦、完走ということで、しかもノーペナルティーノーアクシデントです、ね、本当に素晴らしいスタートができたと思います。ここにいる一人でもかけたらきっとできなかったと思います。お前ら最高。とにかくモータースポーツ大好き、運転大好き、車大好き、そんな仲間がこのルーキーレーシング、そして今名前を変わった TGRR 支えてくれてると思います。我々が笑顔で元気で、楽しそうにやってることこそが、今後の自動車業界、そして、モビリティの未来、そして、モータースポーツの将来を明るく照らすと思います。
ですからとにかく我々が楽しく好きなことをやり続ける、これしかないと思います。最後に、みんな、怪我もなくね、できたことを本当に嬉しく思います。ありがとうございました。ワッチー